今回制作するガンプラはこれだ。リアルグレードのガンダムだ。エアブラシの塗装ってハードルが高いですよね。缶スプレーなら手軽に簡単にかっこよくなります。ぜひ一緒にガンプラライフを楽しみましょう。はい、こんにちは。青空ガンプラです。さて、この青空ガンプラでは手軽に塗装ができる缶スプレーを屋外青空塗装してかっこいいガンプラを作っていく動画となっています。この動画だけでガンプラの作り方はしっかりわかるようになっています。缶スプレーでの簡単な塗装方法もわかりますので、ぜひ動画を最後まで見ていってください。そして今後も缶スプレーを使っていろいろなガンプラを作っていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは説明書に見とれてないで作っていきましょう。はい、まずはランナーから切り出していきます。このように少しゲートを残してまず切って残ったゲートを2度切りしていきます。そうするとこの後のヤスリ掛けが簡単になります。で、アドバンスト MS ジョイントが大量に入っております。これがリアルグレードって感じですよね。これも切り出しておきましょう。しかしですね、パーツが多い、そして細かい、さすがリアルグレードって感じです。それではヤスリ掛けしていきましょう。使うヤスリは2種類で、まず粗削りの400番、そして仕上げは1000番の安い紙ヤスリを使っています。適当な木の棒につけて使っております。で、粗の400番でまず削っていきます。結構ガリガリ削れるので優しくよく見ながら削って仕上げの1000番で整えていきます。僕は全然この400番と1000番で十分だと思ってるんですけど、もうちょっと細かい番手で綺麗に削ってもいいかと思います。で、ちっちゃいパーツもヤスリ掛けしていきます。まあ大変ですね。ちっちゃくてもポロポロ落として大変でした。で、これさらに細かいパーツもしっかりヤスリ掛けしていきます。なかなか大変です。はい、そしたら塗装前にこちら筋彫り堂さんの BMC タガネ 0.1mm を使いまして、あらかじめ入ってるディテールを彫り直していきたいと思います。結構弱いディテールだったので、ここはしっかり彫り直しておいた方が塗装した後の墨入れが綺麗に入ります。ただこの BMC タガネがかなり品薄で手に入りづらい代物なんですけど、あるとガンプラのかっこよさは格段に上がるので、ぜひ手に入れてほしい道具ではあります。はい、このように綺麗に彫り直すことができました。で、他のパーツもしっかり彫り直しておきました。で、穴の部分もちょっと弱いのでドリルで彫り直しておきます。ドリルは適当なドリルを使っております。はい、で、こうパーツが多いんでもう大変でしたね。で、細かいパーツはマスキングテープに貼り付けて塗装していきます。こうすると楽ですね。いいですね。では塗装に入っていきましょう。塗装なんですけど、湿度が高いと失敗しますので、湿度が 60% 以下を目安に塗装するようにしましょう。この日は 60% ちょうどだったので OK です。ただ気温が見てください。2度ですね。もう寒くて死ぬかと思いました。なのでちゃっちゃか塗装してさっさと終わらせたいと思います。湿度はなかなか分かりづらいので、湿度温度計は買った方がいいです。はい、そしたら段ボールを広げて周りが汚れないようにしておきます。はい、で、缶スプレーの塗装の仕方なんですけど、僕は正式なやり方ではやってないんですよね。で、まず正式なやり方をちょっとやってみたいと思います。まずは缶をめちゃくちゃよく振りまして、このようにスライドさせながら吹いていくのが正式なやり方です。吹き始めと吹き終わりはつけないようにしてスライドさせて吹いていくのが正式なやり方ですね。ただこれだと塗料がね、だいぶ無駄になってしまうし結構難しいので、このやり方ではなく、僕はこのように軽く押して少しずつつけていく感じの塗装でやっています。ちょんちょんちょんと。さっきみたいにね、シューッと強く吹く必要はないです。ではやっていきましょう。パールホワイト。今回外装パーツはパールホワイトで仕上げていきたいと思います。このように少しずつよく見ながらつけていくと失敗が少なくて済みます。はい、このようにですね、綺麗に塗れましたね。パールホワイトはかなりいい色ですね。はい、でちょっと引いて撮影してみました。このようにシュッシュッシュと細かく拭いていく感じでやっております。缶スプレーでの失敗はとにかくつけすぎなんですよね。つけすぎるともう失敗するので、なのでつけすぎないためにもこのようにやっていくと簡単に塗ることができます。はい、こんな感じで綺麗になりましたね。まあただね、多少の失敗はあまり気にせず、はい、楽しくやっていきましょう。灰色球ごと色もつけていきます。同じようにこのような感じでつけております。で、あと僕缶スプレーはあまり振らずに塗装しちゃっております。本当はね、よく振った方がいいんですけど、あんまり振らなくてもこのように色味的にはほとんど変わらず綺麗に塗れるので、
あんまり振らずに塗装しています。で、はい、ガルグレーという色も使っていきます。これも灰色のような色ですね。このように、ちょっと見えづらいんですけど、はい、結構いい色でいい感じになりました。で、フレーム部分はメタルブラックで塗っていきます。このメタルブラックは僕が一番好きな色ですね。ギラギラになっていい感じです。はい。で、アドバンスド MS ジョイントはこちらのプライマーというのを吹いておきます。アドバンスド MS ジョイントは ABS 素材でいいのかな。なので、塗装してもですね、塗料がしっかり定着しないで剥がれてきちゃうんですよね。なので、あらかじめこのプライマーを吹いておくと塗装剥がれが防げます。プライマーはかなり強烈な匂いがするので気をつけましょう。で、プライマーがしっかり乾いたら、上からメタルブラックを塗っていきます。そうするとね、塗料がしっかり定着して普通に塗装することができます。多分ね、組み立てたらほとんど見えなくなるんで、塗装しなくてもいいかなと思います。で、はい、乾いたので見ていきましょう。パールホワイト、いい色ですね。外装パーツはパールホワイト多めで今回塗っております。はい、で他の色も綺麗に塗れました。いい感じになっております。メタルブラックは安定したいい色ですね。素晴らしいです。では墨入れしていきます。使うのはタミヤさんの墨入れ塗料ブラックです。これはよく振って使います。缶スプレーはあんま振らないんですけどね。あらかじめタガネで彫りましたので、このように綺麗に墨入れできて素晴らしいですね。しっかりタガネで彫った甲斐がありました。はい、 OK です。そしたらエナメル塗料のチタンゴールドも塗っていきたいと思います。ちょっとしたねアクセントではありますけど、金を入れておくとかっこよくなります。で、エナメル塗料はエナメル溶剤で落とすことができます。こちらですね。さっきの墨入れもエナメル塗料になります。なのではみ出たところはエナメル溶剤で落とすことができます。これしっかり乾いてからの方がやりやすくていいです。綿棒にちょっとだけつければ、はい、こんな感じで綺麗に落とすことができます。スプレーで塗った部分は溶剤では落ちないので、はい、こんな感じで綺麗になりました。で、パーツがとにかく多いので大変です。で、付属のリアリスティックデカールも貼っていこうかと思ったんですけど、ちょっとシール感が強かったので、ここは筆で塗っていきたいと思います。いや、全然リアリスティックデカールを貼ってもいいんですけど、これはもう完全に個人的な好みではあります。はい、適当に筆で塗って、クロームシルバーも塗って色分けしております。結構いい感じになりました。はい、そしたらデカールを貼っていきましょう。明日のデカールというのを使います。これデカールを貼ったら透明部分が剥がせて直に印刷したような仕上がりになるよという素晴らしいデカールとなっております。これ僕は大好きなのでいっぱい持っています。なのでこれをいろんなところに貼っていきたいと思います。で、デカールはこちらのミスターマークセッターを使います。これデカールの接着剤になります。よく振って使います。水にまずシャバシャバしてマークセッターをちょんとつけてデカールをのせて、でもうちょっとはみ出たマークセッターを軽く拭き取ってから一応調整した方がやりやすいです。で、優しく綿棒で押さえてマークセッターを押し出していきます。そうすると綺麗に貼れます。そしてですね、しっかり乾いたらこのように余白部分を剥がすことができます。もう本当にね、印刷したような仕上がりになるので、明日のデカールは本当に素晴らしいです。はい、こんな感じでね、余白が全くないので素晴らしいです。で、ガンダムデカール、このね、RX78 の2ガンダム用のデカールもところどころは貼っておきます。はい、では最後仕上げのトップコートをやっていきましょう。まず光沢を拭いていきます。これはパールホワイトで塗ったところは光沢でギラギラにしようということです。で、結構適当に拭いてますけど、こんな感じで全面がテカテカで綺麗になれば OK です。で、トップコートも塗装と一緒で湿度が 60% 以下の日にやるようにしましょう。で、普段はこんな感じで2個同時にやったりしています。結構適当に拭いております。持ち帰るのがめんどくさいんですよね。で、はい、艶消しトップコートも拭いていきます。パールホワイト以外のパーツは艶消しですね。見た目はこんな感じでテカテカなってますけど、乾けばしっかり艶消し状態になります。はい、こんな感じで OK です。あんまりつけすぎないようには気をつけましょう。で、細かいパーツはマスキングテープに貼って、はい、やっております。相変わらずパーツが多いですね。しっかり乾いたので見ていきましょう。アドバンスド MS ジョイントもね、プライマーしたので塗料がしっかり定着して、はい、綺麗に塗れました。
で、他のパーツも、はい、艶消し状態ですね。で、カールが本当に余白がないので、見えますかね、余白が全くないので、素晴らしく綺麗に仕上がっております。本当に素晴らしいです。明日のデカール。おすすめです。で、こちらは光沢ですね。パールホワイトの光沢仕上げのパーツです。ギラギラでいい感じですね。基本的に仮組みはしない派なので、組み立てが楽しみですね。どんな感じになるのか。で、ここはリアリスティックデカールを貼りました。はい。こんな感じですね。OK です。では、組み立てていきましょう。パーツが細かいので、色分けがしっかりされていてね、ほんとリアルグレードは素晴らしいキットですね。フレームにパチパチと外装パーツをはめ込んでいきます。このね、リアルグレードガンダム、以前コメントいただきまして、小さいポロリ割れるで大変でした。ぜひ動画が見てみたいですということで、コメント本当にありがとうございます。でね、小さくて本当大変ですね。で、実はこの足の組み立て中に割れました。ごまかしてバレないようにしているんですけど、なので小さい割れる大変なキットでしたね。動画のコメントはもう本当に嬉しいので、ぜひぜひ何でも結構ですのでコメントしていただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いします。はい、そんなこんなでだんだんできてきました。はい、いい感じです。これ筋彫りも全く付け加えていないんですけど、このディテールはね素晴らしいですね。色分けもしっかりされていてめちゃくちゃかっこいいですね。いい感じになっております。はい、そしたら残りのパーツもサクッと組み立てていきたいと思います。はい、こんな感じでデカールもね貼ってかなりいい感じですね。なかなかいい感じ。足裏は墨入れとかはしていないです。で、腰パーツも作っていきましょう。腰パーツもかなりのこのパーツ分割色分けされていまして、パーツが細かいんですけど組み立てるとかなりかっこよくなっていますね。いやー素晴らしい。で、ここをはめ込んで、ここが結構ポロリするらしいんですけど、僕塗装してるんであんまりポロリは気にならなかったです。で、早速足をドッキングしていきます。はめ込んで、いやー素晴らしいですね。サイズはちっちゃいですけどかなり素晴らしいキットですね。やっぱりリアルグレードは本当に素晴らしいキットだなと改めて思いました。はい、この動画だけで完成させる予定だったんですけど、あまりのパーツの小ささとパーツの多さに苦戦していまして、今回は申し訳ないんですけどここまでになります。ぜひ次の動画も見てくれるととっても嬉しいので、チャンネル登録をよろしくお願いします。いやーなかなか下半身だけですけど大変でした。ただかなりかっこよく仕上がっているので満足しております。ではね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。青空ガンプラでした。バイ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 。